俺の愛したお人形。作久野。彼女と初めて会ったのは俺が中学に入った時だった。そして愛する女性は車椅子がないと動くことができなくなった。小学生の頃の俺は引っ込み思案で友達と走り回ることなんてできないひ弱な少年だった。毎日学校から帰ると家の中にこもってひたすら本を読んでいた。両親は俺に外に出るように言っていたが、俺は友達というものが苦手だった。どうしてこうも人と付き合うことができないのか。俺自身できることなら友達と騒ぎたいと思っていたし、友達同士が仲良く話しているのを聞いていると、その輪の中に入りたいとも思っていた。ところが輪に入ってもまるで自分だけが阻害されているように感じて、どうしてもそこにいることができなかったのだ。中学生になったからといってその性格が変わるわけはなかった。いつでも一人教室の片隅で小説を読んでいた。小説を読んでいる時だけはその世界に入り込み、自分がヒーローにもなれたし、大恋愛をすることもできた。世界一のイケメンになって美女と出会って金持ちになることも可能なのだ。あらゆる敵と戦って勇敢な男を演じることもできるわけだ。周りには俺を崇拝する仲間がいて、俺は誰よりも幸せになれる。だからこそ本の世界から抜けることができなかったのかもしれない。現実世界ではありえないような素晴らしい世界。それが俺の世界だった。ところがそんな俺にも恋のキューピッドが矢を放ったらしい。相手は同じクラスで一番の美人だ。一目見た時から俺の心臓は高鳴り、彼女と付き合いたいと思ったけど、そんなことができるはずもなく、俺はじっと彼女を影から見ることしかできなかった。にぎやかな教室、友達同士が話しているのを横目で見ながら、本に没頭しているふりをして、俺は彼女を盗み見る。そんな毎日だった。彼女の名前はあかり。名前の由来なんて知らないし、わかるはずもない。でもきっと彼女の両親は明るい子になるようにってつけたんだろうな。名前の字こそ違ってもきっとそうに違いない。俺はそっと彼女のことを調べ始めた。調べてみると家が近かったことが分かった。誕生日は俺と1ヶ月違いの同じ日。好きな動物は猫、好きな食べ物はトマト、好きな色はピンク。俺は明かりに関する情報を集めるに従い、俺の世界の明かりに命を吹き込んでいった。いつも明るく笑う明かりに俺はどんどんのめり込んでいったのだ。明かりはクラスでもトップの成績を有している。運動も得意でテニス部に所属。逆に俺の成績は中の中。あまりにも中くらいすぎて何のインパクトもない。部活は帰宅部。友達が多い彼女とは真逆で、俺には友達がいない。ところが不思議なことに、
2年となり3年となっても俺はあかりと同じクラスになった。どんなに高嶺の花であってもさすがに3年も一緒にいるのだ。これはチャンス以外の何者でもないだろう。このチャンスを生かすのも殺すのも俺次第だ。俺はあかりに接近することを試みた。少しでも話ができたらラッキーだと、そんな気持ちで接近したのだ。もしかしたら無視されるかもしれない。それでも構わなかった。とにかく彼女のそばに寄れたら、それだけで幸せだ。初めて話しかけたのは、あかりが消しゴムを落とした時だった。隣に座っていた俺は消しゴムを拾って渡した。他の連中なら簡単な行動でも、俺にとっては大変な勇気が必要だった。もしかしたら俺なんかに拾われた消しゴムを気持ち悪いと思うかもしれない。嫌な顔をされるかもしれない。そんな思いがありながらも、とにかく渡してみると、彼女はにっこりと微笑んで、ありがとうと言ってくれた。そしてさらには、ずっと一緒のクラスなのになかなか話すチャンスがないよねと、あかりの方から話してくれたのだ。これをきっかけに、俺はあかりに話しかけるようになった。何を話したらいいのか、どんな話なら聞いてくれるのか、話し方だって注意が必要だろう。周りを研究するように見てきた俺は、今まで培ってきた話術を駆使してあかりとの会話を心がけた。こうして中学3年という時間が過ぎていくのだった。しかし中学が終わればお互い別々の学校になってしまう。あかりほど頭のいい女子なら進学する高校もいいところに決まっている。俺はあかりにどこの学校を受験するのかとそれとなく聞いた。その結果、俺は頭をでかいハンマーで殴られるほどの衝撃を受けた。なぜなら県内でもトップクラスの有名校を受験するというのだから。ここで小説なら俺が必死に勉強して同じ高校に進学するなんて筋書きになるだろう。しかしさすがに中の中である俺にそんなことができるはずはないわけで。和樹くん、どこの高校を受験するの？あかりが俺に聞いてきた。どこの高校なんて聞かれても、俺が入れる高校なんてたかが知れてる。俺はどう返事をしたらいいのかわからず、悩んでいるふりをした。まだ決めてないの？そうだよね。まだ何ヶ月もあるしね。でも同じ高校に入れたらいいね。夢のような言葉が俺の耳にこだました。同じ高校に入れたらいいね。ありえない話をさらっと言うあかりに、俺は視線を投げた。彼女は本心で言っているのか、それとも単なる社交辞令なのか。きっと社交辞令だろう。そんなのは分かりきっている。それでもいい。社交辞令でも構わない。俺はがぜんやる気になった。残りの数ヶ月、ここで頑張らずにどこで頑張るんだ。同じ高校に進学できたら俺の人生が大きく変わるかもしれないじゃないか。小説ならうまくいくわけだから、きっと頑張れば俺だって勝利を手にすることができるはずだ。俺はその日から
必死に勉強し始めた。寝る間も惜しんで、とにかく勉強のためにすべての時間を費やしたのだ。学校にいる時間も、わからないところがあれば恥を捨ててあかりに聞いた。授業が終われば嫌がる先生を捕まえて質問攻めにした。中には俺のやる気を高く評価してくれて、いつでも質問を受け付けてくれる先生まで現れた。おかげでありえない速さで俺の成績は上がり始め、絶対に無理だと言われた高校に見事に合格することができたのだった。そうしてその後の3年間もあかりと同じ高校に通うことができた。しかし人生の山場はこれでは終わらない。同じ高校に入れたからといってあかりと付き合えるわけもなく、俺はあかりの入部した部活に入り、とにかくあかりのそばから離れない努力をした。高校1年にして大学を視野に入れ、必死で勉強もした。おかげで俺の両親は大喜びだったし、俺自身もなんとかあかりのそばにいることを許してもらえるように、自分の性格を変える努力もしたのだった。その甲斐あって俺にも友達と言える仲間ができた。俺を好んでくれる女の子もできた。だが俺の気持ちはあかり一筋だ。今までの努力はすべてあかりと付き合いたいだけのために生まれてきたのだから。それを他の女子で紛らわすなんてありえない。こうして大学も同じところに入ることができた。もちろん高校大学の7年間にあかりに彼氏ができなかったわけはなく、その度に俺はイライラしたし、やり場のない怒りを抑えるのに必死だった。そんな俺の気持ちを知ってか知らずか、あかりは俺に恋愛相談をしてきたし、俺はいい相談相手としてあかりに助言してきた。ある時、あかりが悲痛な表情で俺に言った。ねえ和樹、彼が浮気してるんじゃないかと思うの。あかりが誰と付き合っているのか、その相手がどんなやつなのか、俺は熟知してる。決して褒められるような相手じゃないことも。俺は知りうることをあかりに話し、別れることを提案した。しかしあかりはうなだれるだけで、結局別れることはなかった。ただ、和樹が彼氏だったらよかったのにと言っただけだった。大学を卒業する頃になると、あかりと彼氏との恋愛は自然消滅したらしい。連絡がつかなくなった彼氏にあかりは泣いてばかりいた。和樹、どうして連絡が来ないのかしら。俺に連絡してきてはそんなことを言っていた。どうしてか俺は知っている。他に好きな女ができたからだよ。その相手が誰なのかも俺は知ってる。なぜなら俺が紹介した女だからさ。いとも簡単に乗り換えてくれた。こうなることは奴を観察していた俺にとっては想定の範囲ってやつだ。だが俺は黙っていた。相手が誰か、どうしてこうなったか、そんなことが問題なんかじゃないのさ。大事なのはあかりがあいつと別れてまた自由を手に入れたってことなんだ。俺はこの時を待っていた。連絡のつかない彼氏を待つことに疲れ切ったあかりは
俺を頼るようになっていた。俺がそばにいるじゃないか。優しくあかりに声をかけた。これだけ言えば俺の気持ちも伝わるはずだ。何度も何度もあかりは首を縦に振りながら流れる涙で両手を濡らしていた。俺の勝ちだ。ところがあかりの元気が戻ってくるに従って俺に偏ってきていたはずのあかりの気持ちはまたしても外を見始めていた。それが決定的になったのはあかりが就職してからだった。俺は社会に出てあかりと別の会社に就職を果たしたが、それでもあかりとの距離が遠くならないように毎日のように連絡を怠らなかった。時間が合う限り食事をしたり映画を見に行ったりもした。傍から見れば俺とあかりはれっきとした恋人同士だったはずだ。ねえ和樹、私彼にプロポーズされたの。ある日嬉しそうにあかりが俺にそう言った。え、どういうこと？だから結婚しようって言われたのよ。付き合ってる人がいたの？俺の頭は真っ白になっていた。そんな話は初めて聞いたし、恋人がいるなんてそんな素振りすら見えてなかったのに。あかりは嬉しそうに彼氏との今までのことを報告してきた。これで永久就職決定よ。よかった。生き遅れたらもらい手がなくなるところだったわ。そう言って笑ったのだ。相手は誰なの？同じ会社のチーフなの。彼はね、社内でも有望視されてるのよ。きっと将来は部長まで上り詰めてくれるはずよ。あかりの夢は果てしなく広がっていた。将来は部長夫人となり優雅な生活を送るのだと。俺の今までは何だったんだ。絶望が俺を押しつぶす。結婚式には招待するから絶対に来てね。ああ、そうだね。嬉しそうにビールジョッキを開けるあかりを俺はぼんやりと眺めていた。ところがそれから3ヶ月後、不幸な出来事というのは突然に襲ってくるらしい。ここしばらく連絡のなかったあかりから泣きながら電話が入った。和樹、私。どうした？泣きじゃくるあかりを落ち着かせるように俺はいつもと変わらない口調で言った。するとあかりは、階段から突き落とされたと言ったのだ。誰に？わからない。仕事の帰りに歩道橋を渡っていたの。そうしたら降りようとした時に背後から突き飛ばされて、そばには人がいなくて誰も犯人を見てないの。
どうやらあかりは痛みをこらえながら自分で救急車を呼んだらしい。なんとか病院へは着いたものの、検査の結果脊髄をやられて下半身不随になったとのことだった。彼氏さんは？最初はお見舞いに来てくれたけど、私が半身不随になったことを知って LINE で破談にするって連絡してきた。なんてやつだ。こんな時こそそばにいて守るべきなのに。彼の両親が車椅子の嫁ではダメだって。どうしよう、どうしよう、和樹。私どうしたらいいのかわからない。大丈夫だよ。すぐに行くから、まずは落ち着こう。俺は電話を切るとすぐに病院へと走った。タクシーを飛ばし、冷たい廊下を足早に通り過ぎると、入り口にあかりの名前があった。俺はためらうことなくドアを開け、中に入る。するとそこには頭に包帯を巻き、ぐったりとしたあかりがいた。俺はあかりを抱きしめ、彼女の心に手を差し伸べた。和樹、私もう結婚できない。二度と歩くことなんてできないんだもん。誰もお嫁さんになんてしてくれないよ。そう言って泣きじゃくるあかり。どうやら永久就職ができなくなったことでかなりのショックを受けているようだ。それにしても体が不自由になったことぐらいで愛する女性を捨てるなんて最低で最高の男じゃないか。俺は笑いがこみ上げてくるのを感じながらもそれをじっと耐えていた。あかり、俺が一生かけて守ってやるから心配するなよ。だって私は一生車椅子ならそれでも構わない。俺のそばで笑っててくれるだけでいいんだ。本当に私和樹のお荷物になっちゃうよ。荷物なんかじゃないよ。俺はあかりの笑顔が好きなんだ。その笑顔を独占できるならそれだけで幸せだよ。和樹。俺はあかりの弱りきった肩を抱き寄せ思い描いていた。半身不随となったあかりは動くことができない。どこに行くにも家の中ですら俺の手が必要なお人形だ。もう二度と誰にも盗まれることのない大事なお人形となったんだ。そう、こうなることは分かっていた。あかりが結婚すると報告してきたあの時から必ず俺のもとに帰ってくると分かっていたのさ。今まで何度もあかりの婚約者に会ってやつの人となりを観察して
あかりがこうなったらどうなるか分かっていたからね。だから歩道橋の上にあかりの背中が見えたとき、俺はためらわなかったんだ。俺はあかりを抱きしめながらにやりとほくそ笑んだ。しかし俺は知らなかった。あかりは俺の胸に顔をうずめ、小さな声で、これで婚活なんて面倒なこととはおさらばだわ、と言って悪魔のような笑みを浮かべていたことを。いかがでしたでしょうか。和樹が計算して手に入れた幸せは、あかりの計算によってなされたもの。皆さんはどう思ったでしょうか。お楽しみいただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次のお話でお会いしましょう。